鉄時代よもやま話第2話、紀勢本線を走った夜行鈍行早玉のお話、天王寺駅を出発した客車列車たちということで、しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。思い出の紀勢線夜行列車早玉、紀勢本線の夜を彩る夜行列車。国鉄時代、普通列車にも寝台車がついていた時代がありました。接客態度が悪いと散々言われた国鉄でしたが、こうしたハード面でのサービスは意外と良かったのかななんて思っています。紀勢本線における夜行列車の歴史を遡ると戦前まで行ってしまうのですが、あまり古い話をしても面白くないので、紀勢本線電化前後の昭和50年頃からお話を始めたいと思います。2021年3月13日の改正で廃止になってしまった天王寺大阪経由御坊行きが大阪から南紀方面への釣り客御用達の列車、かつての太閤坊列車と呼ばれた早玉号の流れを組む列車で、当時は天王寺駅から直接環状線に乗り入れる経路がなかったので、流下客車から改装された客車が推進運転で天王寺駅の8、9番ホームに上がってきたものでした。環状線で寺田町方面に向かって車窓を見ていますと、阪和線ホームから少しだけ下る高架の遺構を目にすることができます。これですね、紀勢本線直通の夜行列車の客車が流下客車区所属であり、環状線寄りの線路から阪和線ホームに押し上げていたからでした。上がる線路が当時はあったのですが、現在は線路自体提供されています。が、当時は寺田町付近まで引き込む線が伸びたようで、今でもその遺構を見ることができます。ということで、こちらの方ですね。これちょうど、今からポンと赤い線引いたんですけども、ちょっとこういう感じでですね、引き込む線っていうか、入れ替えのためのね、線路が伸びていました。今もですね、この線路跡地のね、見ることができます。こちらですね、国土地理院空中写真閲覧サービスというところの昭和50年頃の天王寺駅付近のね、画像から拡大してみたものです。ちょうどですね、この辺り、ちょっと注目していただきたいんですけども、ここにですね、天王寺駅ホームに登る、連絡線ですね。で、こちらの方、これちょっと見にくいんですけども、これがどうも、木回し線だったように思います。が見えます。こちらですね、寺田町付近の交差部分なんですけれども、このピンク色のね、防護柵付近にですね、線路がかってあったことを伺わせるね、遺構があります。ちょっとこういう感じでですね、渡り線の橋梁がありました。龍河から来た列車は天王寺駅の環状線ホーム手前に到着して、木回し線を使ってですね、寺田町方向に連結。その後ね、寺田町方向から引き込み線に引き上げてから、推進運転でね、天王寺駅ホームの方に転線していたんだろうと思います。前置きがなくなりましたが、本題に入りたいと思います。毎日天王寺駅で機関車の位置を入れ替えて、推進運転にて、昼間は普通列車の発着に使う8番、9番ホームに列車は据え付けられるのでした。特急急行が1、2番ホームに入って、駅には中間改札があり、いかにも優等列車の出発駅というフレーズだったのに対し、9番線で発車を待つ新宮行き、名古屋行き普通列車は、もちろん阪和線内ノンストップだったんですけども、寝台車の検察以外は車掌も現れないようなのんびりした雰囲気だったのです。さて、ここで時代の針を昭和51年号に合わせたいと思います。もともと寝台列車の需要は串本方面の釣り客の一部からの要望もあったことから、最後尾に1両連結されていました。でもこれですね、時刻を確認しますと、昭和50年頃にはですね、2両連結されていました。なお、寝台券の発行に際しては、マルスではなく、天王寺駅など、一部の駅で昔ながらの手作業で発券が行われていました。夜行普通列車に愛称が、その名も南紀ということでね、愛称がつきます。それが昭和51年3月、合理化の一環でマルスに収容することになったのです。マルスは基本的に列車名と一位で紐付けされていたため、普通列車といえども指定席を導入する場合は愛称を付けてやる必要があったのです。現在もマリンライナーが快速台ながら愛称があるのはそうした理由からです。
紀勢本線が電通水田から天王寺始発の夜行列車はあって、天王寺方からの主な利用者は串本方面に向かう対向棒であり、それ以外は和歌山まで行く乗客で和歌山市前の直通最終快速の役割も果たしていました。南海電車から緑の客車が乗り入れということでね、お話をさせていただこうと思います。右は昭和45年の時刻表から抜粋したものですが、難波始発列車は新宮止まりと明記されています。ということで、ここですね。ここ見ていただくとわかるんですけども、当時はですね、南海電鉄からの客車列車、緑色の客車、サハ4801が1両乗り入れており、夜行列車で出発、その日の夕方に普通列車で戻ってくるというパターンでした。南海難波駅から乗り入れてきた列車は、和歌山市駅から和歌山駅まで1両だけ牽引されて、和歌山駅で天王寺から来た車両と連結作業をしていましたが、南海難波改修工事で肝愛線がなくなることから昭和47年に廃止されてしまいます。その後は和歌山市発名古屋行きの列車として残され、1両だけが機関車に牽引されて和歌山市から和歌山駅まで走っていました。前日の通りですね、従来は駅に割り当てて発行していた寝台券をマルスに収納することで合理化を図るとともに、全国の緑の窓口から購入できるようになりました。これに伴い、昭和51年の改正では、これらの寝台列車を連結する夜行列車にも愛称を付けることとなり、当時寝台列車を連結していた4つの普通列車に愛称が付けられました。北海道の唐松、山陰本線の山陰、長崎本線の長崎、紀勢本線の南紀といった具合ですね、誕生します。で、こちらの方を見ていただきますと、南海からの乗り入れっていうね、名称が消えてます。こういうね、サボをつけて走っていました。紀勢再宣伝下で新宮か名古屋間の列車に復帰した南紀ということでね、お話をさせていただこうと思います。実はこの南紀の愛称ですが、名前が偉大すぎたのか、昭和53年の時刻改正で天王寺から新宮間が連絡され、特急黒潮の運転系統が分断された際、勝浦から名古屋間を結ぶ特急列車の愛称に抜擢されてしまったのです。これにより、新宮行き夜行列車は再び愛称を失うことになるのですが、今度は熊野早玉大社から取った早玉の愛称で運転されるようになります。その後約6年は安泰だったのですが、昭和59のダイヤ改正では、老朽化した寝台車を廃止、同時に早玉の愛称も廃止になります。同時に客車は12系に変更されました。寝台車はこの廃止で残念でしたが、12系客車になったことは、夏場の利用者にしてみれば快適性が増したことになりました。客車列車から電車列車に。その後、国鉄最後の改正と言われた昭和61年のダイヤ改正では、天王寺始発の列車は残ったものの、天王寺に5時に到着する列車がなくなってしまうとともに、12系客車から165系電車6連に変更されました。下り列車があった頃は、和歌山市4時に出れば、天王寺着5時に到着して、新大阪始発の新幹線に乗車することができたのですが、これもできなくなってしまいました。下り列車が廃止になった背景には、荷物輸送の撤廃が大きく、もともと南紀方面から早朝の大阪方面に向かう利用者はほとんどいませんでしたので、妥当な措置だったと言えます。ただし、電車がされたとはいえ、阪和線内は引き続き無停車で、快速停車駅に停車することになるのは、JR 発足後の平成2年3月10日のダイヤ改正からでした。思い出の紀勢線夜行列車早玉、最後までご覧いただきありがとうございました。